私は同じ男と7回結婚した。彼は初恋の女性ラリッサ・オズボーンと自由に過ごすため、7回も私と離婚した。彼女が噂や中傷に悩まされないように。最初の離婚時、私は自傷行為で引き止めようとした。病院に運ばれたが、彼は見舞いにさえ来なかった。2度目では、彼の会社のアシスタントにまで見ようとし、ただ彼の顔を見るためだけに。6度目の離婚までに、私は静かに荷物をまとめ、騒ぎもなくアパートを出ることを学んでいた。私のヒステリー、妥協、無感覚な情報が生んだのは、彼が定期的に戻ってきて同じゲームを繰り返すことだけだった。そして今、ラリッサの帰国を知り、私は真っ先に離婚届を渡した。いつものように、彼はまた再婚すると言ったが、今回は私が永遠に去ることを知る由もなかった。第一章。ラリッサが戻ってきた。離婚しよう。私はすでに署名済みの離婚届をジェフ・ウェストに差し出した。表情は冷静で読み取れない。一瞬、彼の表情が固まったが、すぐに慣れた手つきで署名した。これまで6回、常に彼から離婚届を突きつけられていたのに、私から提案するのは初めてだった。彼女が1ヶ月で去ったら、また結婚するから。かつてなら、この言葉は私の不安を鎮められなかった。誓約書や契約書を要求し、安心材料を求めたものだ。今回は何も感じなかった。返事する気さえ起きない。ヘレン、聞いてるのか？ジェフは眉を潜め、私の沈黙に苛立っている。うん。ただうなずきながら、衣類を畳んで箱に詰め続けた。ジェフが再婚するというとき、彼は本気だ。業界では約束を守る男として知られている。私たちは夫婦というより、契約更新が必要なビジネスパートナーのようだった結婚届と離婚届という2枚の書類を定期的に交わすだけ。これまでに13回署名した。結婚式で決して浮気しないと誓った彼は、離婚後なら誰とでも自由だった。代償は、社交界でジェフの都合で呼びつけられる女と認知された私の立場だけ。だが今日、私の平静さが彼を戸惑わせた。過去の離婚時、ヒステリックに自暴自棄になった私を彼はよく覚えている。今、私がかつてない速さで荷造りする様子に、彼は少し落ち着きを失っていた。今回は俺が出ていけば。ガチャンとスーツケースを閉め、彼の言葉を遮った。友人の家に滞在する約束をしたわ。ジェフの表情がさらに暗くなる。またアシスタントになりすまして、俺のオフィスに潜入するつもりか？男なしでは何もできない惨めな女だな。彼の真意は明白だ。ラリッサと過ごすオフィスに私が現れるのを阻止したいのだ。彼女の帰国は短期間。ジェフは必ず首席アシスタントに任命し、側に置くだろう。第2章。2度目の離婚後、私はジェフのアシスタントに応募し、採用された。彼の好物のキャラメルラテを持って、期待に胸を躍らせながらオフィスのドアを開けたとき、彼の膝の上に座るラリッサと熱烈にキスしている現場を目撃した。私は理性を失い、ラリッサに飛びかかった。ジェフは私を平手打ちし、床に叩きつけた。オフィスの外には好奇の視線が集まっていた。みんなが私をまだ CEO の妻だと思っている中、ラリッサへの非難の眼差しが痛いほどだった。ジェフは私の涙を無視し、バッグをひっくり返した。離婚届が床に散らばり、私たちの関係を公にさらす警告のようだった。それ以来、ジェフは SNS で離婚を公表するようになった。誰もが知っているジェフが愛するのはラリッサで、私はしがみつくだけの恥知らずな女だと。だが今回は、ジェフの心配は無用だった。心配ないわ。二度と邪魔しないから。疑いの眼差しをよそに、私はスーツケースを引きずりドアに向かった。
ジェフは焦ったように呼びかけた。来月13日に再婚する。忘れるな。一瞬足を止めた。偶然だわ。私の出国便は13日に予約してあった。第3章。レストランでの出来事が出国前の最後の開口になると思っていた。だがアシスタント辞職の夜、ジェフからビデオ通話がかかってきた。驚きのあまり即座に切りたかったが、音声通話に切り替えた。ジェフの声には苛立ちがにじんだ。なぜビデオを拒否する？私はさりげなく肩をすくめた。化粧してないから。ビデオは無理。発言をすぐに後悔した彼によく思われたいように聞こえる。案の定、ジェフは笑い、機嫌を直した。長年一緒だったんだ。素顔なんて何度も見てるだろう。その慣れ慣れしい口調に不快感を覚え、冷たい声で言った。要件は？彼は私の距離感を察し、普段の怠惰な姿勢を正した。人事から君の辞職を聞いた。とだけ答え、説明はしなかった。沈黙が続く。ジェフは取り留めのない雑談で埋めようとした。正直、社長夫人がアシスタントなんて身分を下げる行為だと思ってた。スケジュールもめちゃくちゃで、給料だけ無駄だった。ラリッサに会いに行くんじゃないの？と遮ると、ジェフはつぶやいた。別に恋人じゃない。行く理由もない。そしてすぐに私が元妻だと気づいたようで、表情に後悔が浮かんだ。離婚は申し訳ない。ラリッサが噂に巻き込まれるのが心配で。なるほど、ラリッサは噂から守られ、私は社交界の笑い者でいいのだ。声はさらに冷たくなった。用がなければ切る。待て。ジェフの声が慌ただしくなる。12月12日は記念日だ。君の好きな歌手のコンサートがある。チケットを取るから一緒に行こう。一瞬、真実を打ち明けようかと思った。だがその時、ラリッサの声が聞こえた。ジェフ、タオル忘れた。取ってきて。ジェフは画面の私の名を見つめ、選択に悩んでいる。行きなよと平静を装う私。切るな。すぐ戻る。彼は立ち上がり、電話を持ったまま浴室へ向かった。予想通り、キスと喘ぎ、ドアが閉まる音が聞こえた。私は笑みを浮かべ、電話を切った。ちょうどその時、スカーレットがクラブに誘いに来た。迷わず電話を置き、彼女の腕を組んだ。この世にはまだ私を幸せにしてくれるものがたくさんある。昔の恋煩いの私とは違い、過去の男にエネルギーを浪費する必要はないのだ。第4章。ジェフがいない日々はあっという間に過ぎ、出国まであと数日となった。連絡は取らなかったが、スカーレットからジェフとラリッサの情報は入ってきた。どうやら二人は激しく喧嘩し、ジェフはラリッサの面目を潰す形でパーティーから飛び出したらしい。噂によれば、喧嘩の原因は私だった。だが私はただ微笑み、無関心を装った。もう SNS を何十回も更新し、彼らの関係の亀裂を探すような女ではない。本当に愛し合うカップルは、ベッドで喧嘩し、朝食前に仲直りするものだ。私が原因であろうと、所詮私は彼らのゲームの駒でしかなかった。だがその後、ジェフの電話は増える一方だった。私は即座に切るか、会わない理由を探した。出国前日、彼はコンサートに誘ってきた。チケットを取った。今夜会おう。今日は記念日だ。すっぽかすつもりか？これほどまでに懇願するジェフを見たのは初めてだった。かつてなら、彼が一歩近づくだけで、私は残りの99歩を走って近づいたものだ。だが今日は本当の記念日ではなかった。4度目の再婚の日だ。離婚と再婚を繰り返す中、
愚かにもすべてを記憶していたのは私だけだった。それでも承諾した。本当にそのコンサートが見たかったから。会場で待つ私にジェフは現れなかった。届いたボイスメッセージには、コンサート会場の雑音とラリッサの笑い声が混じり、ジェフの謝罪の声が聞こえた。悪い。ラリッサが急に気分悪くなった。病院に連れて行かなきゃ。記念日はまた今度でいいだろ？コンサートが始まり、穏やかなメロディーが会場に響いた。SNS を開くと、ラリッサが投稿したばかりのジェフとのコンサート自撮りが目に入った。音楽は続き、まるでコンサートに来るまで期待を抱いていた私を嘲笑しているようだった。その小さな希望も今や完全に消え去った。7回の離婚を経てとっくに学ぶべきだった。少なくとも今回は最後だ。未練なく空港へ向かい、一晩中座り込んだ。午前7時チェックインを済ませた。ジェフから再婚の日時を問うメッセージが来たが、返信せず連絡先から削除した。午前8時、搭乗列に並んだ。彼から電話があったが出ず、番号をブロックした。午前9時、飛行機に乗り込んだ。客室乗務員が機内モードへの切り替えを促す中、スカーレットから着信があった。電話の向こうで、ジェフの慌てた声が聞こえた。ヘレン、どこにいるんだ？